ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回はエレンのビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。彼女のモリモリセクシーな肉体美に隠された狂気的なこだわりを隅から隅まで観察させてもらいましょう。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画がたくさん作りますから、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらは本解析に関する注意点です。気になる方は一時停止してご覧ください。今回はこのような流れで解説を進めていきます。まずはエレンの3サイズと体型についてです。バストウエストヒップの大きさをキャラクターのスクショから長さを計測して楕円に近似して求めました。まずメイドエレンのバストはトップが70センチ、アンダーが52センチの G カップとなっております。これね、数値で見るとおってなるんですけど、実際のサイズ感としてはね、オルペウスやイブリンと同等ですね。イドリーや柳みたいなね、重力無視の暴力には一歩届かんけど、そこが逆にリアルでなという感じです。で、驚きなのがね、この制服スキンなんですね。トップが72センチで、アンダーが58センチの E カップという感じですね。あれカップ下がってるやん。退化したんかって、切れそうになった紳士の皆さんね、落ち着いてください。ここからがね、面白いんですね。こちらの正面比較を見てください。これね、正面から見ると、なんか小さくなったように見えるんですけど、トップは実はあんま変わってなくて、どちらかというとね、アンダーが大きくなっているっていう感じなんですよね。服による補正がしっかり効いてるなっていう証拠なんですね。なお、女性のバストの正面の形は9種類に分かれることが知られているんですけれども、このメイドエレンはね、サイドセット、いわゆる離れ気味っていう感じなんですね。これね、重力を感じさせるこの造形がですね、もう開発チームね、もうマジで分かってますね、これはね。で、そしてこちらが横から見た比較になっております。横から見るとね、これさらにエグいんですね、これね。なんとね、制服の方がね、ちょっと厚みがあるんですね。でバストを横から見た形には女性は大きく6種類あるんですけれども、メイド服はね、釣り鐘型と呼ばれるものでして、上の丸みと下に重みがあるっていう感じなんですね。でも制服はね、上下対称に近いお椀型になってるんですね。これ要するにですよ、メイド服の時はちょっと重力に引っ張られてるんですけど、制服になるとそれがちょっと上に上がってるってことなんですね。なんでね、これエレンちゃんはね、学校に行く時はね、ちゃんと寄せてあげてる装備を身につけてるっていうことなんですね。これね、形で暗示してくるのほんまにエグくないですかね、これ。でね、こうした違いからね、確かにカップとしては制服の方が小さくなっているという雰囲気はあるんですけども、これカップだけでは語れないね、奥深い違いがいろいろあるということが分かってきます。さらに、ちぐさはビーチコース界に上下で黄金比45対55になってます。メイドエレンはそういうことかなというところで、比を見てみますと、だいたい45対52で、黄金比よりは下が若干軽い感じですね。これね、上にもやや体積があるんで、バランス的にはこんな感じかなっていう感じです。一般に美しい胸の条件は、正面から見て丸いラウンド型、横から見て半球からお椀型、そして上下の比率が黄金比であることとされています。正直ね、エレンの造形はこれらの方程式からは少し外れてるんですね。でもね、そんなの関係ありますかね。でかけりゃもう全てをなぎ倒すというパワーがあるわけですね、これ。ルールとかね、法則とかをでかさでねじ伏せてくるこの感じね、まさに捕食者。これぞサメですよね。いや、たまんねえな。では引き続きまして、ウエストとヒップも見ていきましょう。ウエストは53センチで、ヒップは80センチでした。これはメイドと制服でほぼ同じかなっていう感じですね。ウエストヒップの比率は一般的に 0.7 ぐらいが理想で、お尻の方が大きいのがいいとされています。で、ウエストヒップのバランスは 0.67 で、これかなりね、バランスがいい部類なんですね。もうこの数値を見るだけでね、水ですら最高に味わえるようになる美形ラインですよ、これ。また、3サイズから体型を3つに分類してみました。バストがでかいリンゴ型、ボンキュッボンの砂時計型、ヒップがでかいような力です。計算式は以下の感じです。で計算の結果ね、エレンの体型は両方の服で洋梨型という感じでね、ヒップの存在感が相対的に大きいという感じになってます。皆さんね、この黄金比を無視したパワーと鍛えられた洋梨型、どっちにロマン感じますか？僕は両方です。次に可愛いモーション見ていきましょう。まずこれね、しゃがんだ時に足がムニってなる感じがあるんですね。これわかります？これね。この関節が柔らかそうなね、生身の人間っぽい感じなんですね。もうちゃんと肉を感じさせる造形がしてます。そろそろこれ、開発チームに菓子折りでも持っていった方がいいんですかね。で、表情の変化もこれエグいんですね。
普段はあんなにね、だるいっす、マジ勘弁っす、みたいな顔でムスッとしてるんですけどね、これ走ってる時だけ妙にシュッとしたすまし顔になってるんですね。まあエレンにとってはこの走ってる瞬間がね、一番心落ち着くんかなっていう妄想をしちゃうわけですね。特に後ろ回避の時に一瞬だけポカンと口が開くところがあるんですね。こうしたね、ちょっとした隙にね、我々紳士はグッとくるわけですね。まあこういう細かいこだわり、ありがとうございます。では次にこの体型が織りなす歩行の美しさを見ていきましょう。まずメイド服を見るんですが、まあね、そこそこの振動かなという感じですね。フリーフリーもたくさんあるんで、全体的に上下圧が激しい感じになってます。一方でね、制服になると、この揺れがね、一気に落ち着いてるんですね。これね、さっきも言ったんですけど、単にね、モーションを変えたというよりはね、もう下にしっかり着込んでいるから、揺れが制御されてるって解釈できますか？できますよね。仮にそうだとしたらね、これをね、形と運動で暗示してるの、これかなりエグいなと改めて感じますね。次に太ももの太さを見ていきましょう。体の正面と側面の長さを計測して円形近似を用いて周囲長を計算してます。ここが一番ね、盛り上がり感じますから、ここを計測してます。すると、太ももの周りの長さは57センチぐらいかなっていう感じです。太ももの前の太さはね、だいたい18センチぐらいかなっていう感じですね。これはイブリンよりは若干細いかなっていうぐらいになってます。500ml ペットボトルの高さが20センチぐらいなんで、ちょい細めかなっていう感じですね。これね、若干細いんやけど、エレンはね、タイツ履いてますからね、圧縮されてこれっていう感じなんですね。なんでね、真の力を解放した夏スキンとか来たらね、いやーもうこれ想像しただけでね、期待値爆上がりなんでね、ぜひ来年お願いします。次に全体的な服装と露出度、露出箇所を見ていきましょう。服装全体のテーマはね、反抗的なメイドちゃんっていう感じですね。これね、一見可愛いんですけど、背中にクソでかいサメの尻尾ついてますからね、可愛いのに危ないっていうギャップが一発で伝わってくるというのはもう皆さんも納得されるところでしょう。あとね、この腰の太ベルトね、これで首でキュッと強調してますからね、短めのスカートに透けタイツもあってね、全体のバランスがね、いい感じになってるんですね。で、足を長く見せて、紳士の視線を釘付けにしてくるんですね。特に注目なのがこの後ろ姿なんですね。背中の編み上げと、あと下の赤いヒールね。メイドっぽさの中にこの色気を仕込んでくるあたりがね、確信犯以外の何者でもないっていう感じですね。で、制服スキンね。こっちもまた分かってるなという感じがします。白いシャツにね、紺のプリーツスカートというちゃんと感を出しておきながらね、やっぱり尻尾でね、正体が隠しきれてないっていう感じですね。で、個人的に刺さるのが、この首のチョーカーっすよね。視線を上に集めてね、ハイウエストに見せてくるんですね。なんでね、全体としてスタイルが鬼のようによく見えるって感じです。で、ミニ丈にね、透けタイツですね。肌を出しすぎず、でもラインは大人っぽく見せると。これね、街にいるクールなこの距離感っていうのを完全に演出してるなっていう感じがします。ここで露出度計算のため医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると全体の露出度はメイドで 14%、制服スキンで 10% ぐらいかなっていう感じですね。で、服がある場所はね、もう腕以外全部っていう感じになってますね。これね、数値で見るとかなり低いんですね。エレンちゃんね、肌を出すのはあんまり趣味じゃないらしいんですね。隠されているからこそその隙間にロマンが宿る。我々紳士からするとね、ガードが硬いエレンちゃんね、最高です。次に体重を推定してみました。今回からね、計算方法をより厳密に変えております。前半で調べた体の各部位について周囲長が基準より太いか細いかで計算しております。エレンの身長は公式によると161センチということですから、ここから体重を計算しています。こちら、超概算なので依然として注意です。計算の結果、エレンの体重は服を除いて約 48kg ぐらいでした。身長161センチくらいの女性の標準体重はだいたい 57kg ぐらいですからね、結構軽めになってるんですね。これね、エレンはね、カップ的には結構あるんですけども、実数としては控えめなんですね。なんで、バストとウエストの周りが基準より細くなってるって感じがします。要するにね、軽そうですよということが分かればいいかなという感じです。次に顔と髪を見ていきましょう。まずこの半目気味の赤い目ですね。今日シフト入りたくねえわ、みたいなだるそうな表情なんですけど、同時にね、獲物を定める強者の眼光も同居してるんですよね。この絶妙なバランスがね、たまんないですね。で、注目してほしいのが頭のフリルのギザギザと首のトゲっすよね。これね、
サメの上顎と下顎の歯をモチーフにしてるって言われてるんですね。顔をね、挟み込むように配置することで、メイドの皮をかぶった捕食者感っていうのを感じます。で、黒髪からちらっと見える赤いインナーもね、目元の袋も落ち着いて見えるのにどっか危なっかしいっていうのを感じるんですね。で、制服になるとこの印象がガラッと変わるんですね。メイド服の派手なフリルが消えることで逆に半目と袋に視線がダイレクトに刺さるようになるんですね。で、白いシャツっていうね、真面目記号の中で黒いチョーカーとかピアスの小さなハンコが効きまくってるんですよね。街にいるクールな女の子、届きそうで届かない距離感。開発チームにはね、盛大な拍手を改めて送りたいなと心から思います。次にエレンの現時点での二次創作人気度を見ておきましょう。ピクシブにある過去作品の割合を見ていきます。ピクシブにあるすべての作品数は9668作品でした。過去作品は3672作品でした。つまり過去作品の割合は 38% ということになります。この割合はね、雅と同じくらいかなっていう感じです。これ意外と過去低いなって思うでしょう。でもね、全作品数を見てみただくとね、このリンに匹敵するレベルで多いんですね。H な需要も、キャラとして純粋にめでたいという需要も、どっちもマックスで満たしているというところかなという感じがしますね。もう言うことなしという感じですね。次に性能とおすすめの1つ見ていくんですけど、性能はね、主要な攻撃のほとんどに無敵があるということですね。で、攻撃から多彩な派生でコンボがつながるということですね。で、コンボを中断する必要があんまりなくって、高火力のコンボをずっと出せるという感じだそうですね。はい。で、凸はですね、もう好きならどんどんやっていきましょう。結局ね、性能で選んだところでね、悲しいことにね、もう1年2年経つとね、どんどん強いキャラね、出てきちゃうんですね。ですけどね、好きだったらね、凸っとけばね、もうずっと使えるわけですからね、好きという気持ちを大事にしてね、どんどん凸できたらなと思います。ここまでのビジュアルをまとめると、エレンこんな感じになってます。エレンはね、省エネでだるそうなんですけどね、動き出すと一気に捕食者になるギャップが一番の魅力かなという感じです。露出は控えめですが、シルエット、揺れ方、あと、ところどころの反抗サインでね、可愛いのに危ないというのをずっと見せてくれます。静かな不機嫌と鋭い色気というものを形とモーションで説得してくる、非常に優れたキャラクターだなと改めて思います。最後にエレンの香りを考察妄想しました。エレンに近づくとキャンディーのひんやりとした甘さと洗いたてのエプロンみたいな清潔感がキラリと混ざって漂い始めます。それはめんどくさいと言いながらも身だしなみは結局崩さずに最小の記録で日常と任務を切り替えているような香りです。そこから制服に着替えますと洗いたてのシャツの石鹸と乾いた布の匂いが落ち着いて、そして焦げるカラメルが長く残ります。その静かで鋭い余韻がそっと私たちを包み込んでくれることでしょう。ということで内容は以上になります。エレンはね、女の子っぽいというのと、サメという怖いものの組み合わせで、これがね、完璧にマッチしてる非常に優れたキャラクターですね。今後のね、ビジュアル的なご活躍にも期待しておきたいところです。この動画についてご指摘、ご感想などありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。あとコメントもお願いします。以上、もおかんでした。ではまた。